こんにちは、粟田洋介です。今日はうまく切れなかったマットフレームを活用する方法を一つ紹介したいと思います。マットフレームを切る方法については別の動画がありますので、ぜひそちらをご覧になってください。また、マットを切るときによくある失敗みたいのをまとめて、その失敗がなくなるように気をつけるマットの切り方の動画もありますので、マットをきれいに切りたいという方はそちらをご参照ください。マットフレームっていうのはこういう感じの紙のマットですね。それにこういう風にカットして裏に絵とか写真とかを入れる額装するための紙のフレームですね。それで先日マットを切っててちょっと切れ目が汚くなっちゃったんですが、その時に思いついた方法で切れ目が汚くなってる部分が目立たなくなるっていうかわからなくなっちゃうっていう邪道な方法です。なので、マットフレームっていうのは綺麗に切らなきゃ気が済まない。そういった方は、こんな方法は嫌だって思うかもしれませんが、マットフレームがどうしてもうまく切れない。そんな方や、失敗しちゃったマットフレームがあるんだけど、どうにか活用できないか。そういった方におすすめの方法です。で、この小さいマットフレームなんですが、ここら辺がすごい失敗しています。こんな感じですね。あと、この部分もなんかちょっと汚くなっています。ここは結構綺麗に切れてるんですが、ここはちょっとだけ綺麗に切れていません。そこでちょっとここに水彩絵の具で色を塗ります。さっきこのマットフレームに入るぐらいの大きさの画用紙にガッシュでこのマットフレームの色に合うような色合い、ほぼほぼモノトーンでちょっと簡単な絵を描きました。で、さっきのマットフレームにこの絵を入れようと思います。そしてちょっと額装してみますが、まずはここに水彩絵の具で色を塗ります。まずはマットフレームにさっきの絵に合う色合いでちょっと色を塗っていきます。これが今日紹介する方法でとてもシンプルな方法です。多分こんな感じがいいかな。なんか切っちゃう。こんな感じでガタガタなんですが、この白っぽい部分はこのボロボロの部分を当てない方がいいような気がしますので、一番切れてるところがここに来たんでちょうどいいかな。本当はこの部分がこの黒の部分だといいんですが、ちょっと色を塗っていきます。この絵は黒と茶色の絵なので、薄い黒と茶色で塗っていきます。薄い黒っていうのはグレーのことですね。この白い部分だけにちょっと塗っていきます。はみ出しちゃってもいいや。濃い方がいいかもしれない。濃い色で塗ろう。塗るときに、結構濃い色になった。濃くていいや。ちょっとムラに塗ります。ムラに塗ると、絵だとグラデーションができると立体的に見えるじゃないですか。それでこの失敗したデコボコっていうのは、失敗した部分っていうのは立体的なので、全体的に塗った部分がムラになって立体的に見えていれば、こんな感じでですね、バーって塗っちゃいますが、濃い部分と薄い部分、そして茶色とかの違う色とかを混ぜる。そうすることによって全体的がデコボコに見えるようになるので、いい感じになるんです。はみ出しちゃったりしてるから、この部分も塗ってごまかそう。これどうだ。絵に回せよう。絵も見ながらこれに合うように。これ猫の絵なんですけど、マットフレームの模様も猫の模様みたいでいいんじゃないかなって。ここがね、猫の体の部分だ。茶色くして額全体が三毛猫みたいに三毛猫の色みたいになればいいかなと思います。こんな感じでいいかな。あとは乾くのを待ちます。マットフレームに塗った水彩絵の具が乾きました。ちょっとこの絵を入れてどんな感じになったか見てみましょう。こんな感じで綺麗に切れてない部分が全然目立たないですよね。ちょっとこの白い紙に白い画用紙のところに置いてみると、一番綺麗に切れてないところがちょっとデコボコなのがわかります。唯一綺麗に切れてたのがこの部分で、この部分がちょっとあまり良くなくて、この部分は結構ずれてたんですが、この2つ全然悪いところが目立たないですよね。
でここだけ言われてみればデコボコかなって感じになってます。たださっきこんな感じで色を塗る前はこんな感じで結構失敗したって感じだったんですが、色を塗った後はこんな感じでかなり目立たなくなっています。この部分もなんかちょっと汚くなっています。ここは結構綺麗に切れてるんですが、ここもちょっと綺麗に切れていません。そして色を塗ってからはムラに塗ってあるのでデコボコの部分が目立たなくなっています。でもこのマットフレームはこういう白い紙に入れるためじゃなくて、この絵を入れるためのものです。そしてこの一番うまく切れてなかった部分、ここもですね、絵の色と同系の色で塗ってあるので絵と同化して全然目立たなくなりました。それから今すごいいいことを思いついたんですが、作品とマッチする色のマットフレームが見つからない場合も色を塗っちゃえば作品とマッチした色のマットフレームになりますよね。それから作品に合う色がないからマットフレームを切らなきゃならなくて、その理由だけの場合は既製のマットフレームを買って作品に合う色に塗ってしまえばマットフレームを切らなくても済むようになりますよね。マットフレームを自分で切るっていうのはそれ以外の理由があったりするので、自分で切れるに越したことはないんですが、まあそういう風にすることもできますよね。ではせっかくなのでこれちょっと額に入れてみます。額に入れてもなんか目立たなくていい感じですね。それからもし目立っちゃったとしても、この額とか結構こういうデコボコの模様が入ってて、そしてこの塗り方も結構雑っていうかムラに塗ってあって、そういう感じだとたとえ全体的にデコボコだったりしても、このムラだったりとかこういうラフな感じ、そういう感じが醸し出てると、こういう切れ方がきっちりしてなくてもそういうラフな感じでおかしくないし、こういった綺麗に切れてないことがかえっていい味になったりして、綺麗に切れてないことが逆にラフな魅力になって良かったりすることもあるかもしれません。マットフレームにこんな感じで色を塗ったのは今日で2回目なんですが、先日マットフレームを切ってちょっと失敗して初めて色を塗ったのがこれで、こっちみたいに全体的に塗らなかったんですが、白くなってる部分にグリーンと濃いブルー、そんな色を塗ってみて、今自分で見てもどこが失敗したのか全然わかりません。なのでビフォーアフターの写真撮っとけばよかったなと思ってちょっと後悔していますが、今日こっちの方のビフォーアフター映像で撮って皆さんに見ていただいたので、まあいいかなと思いますそんなわけで今日は失敗したマットフレームを色を塗ってごまかす方法でした。ごまかすっていうと言い方悪いんですけど、きちんと切ってないマットフレームを活かして、まあこのマットフレームも作品だとしてきちんと切るのとは別の方法で作品を作った、そう私は思っています。きちんと切ったマットフレームっていうのは作品をよく見せます。できちんと切れる人はすごくいいなと思うんですが、きっちり切るのが苦手な人もきちんと切ってないところを逆に活かしてかっこいいもの、素晴らしいものっていうのを作ることができて、まあこれがクリエイティブなアートなんじゃないかなと思います。今回私は色を塗る方法っていうのを考えついたんですが、他にもいろいろな方法っていうのはあると思うし、また私も別のことを思いついたらまた動画で紹介できたらなと思います。やり方っていうのは一つじゃなくて、クリエイティブなやり方っていうのは無限にあるものなんだと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。